テスラの株価が下落するリスクが指摘されている一方で、無人運転テストの遅延が懸念されています。さらに、イーロン・マスクさんが語るオプティマスの現状も必見です。おはようございます。ケンです。今回の動画では、これらのニュースを解説していきます。ぜひ、最後までご視聴ください。まずは、テスラ株の下落のリスクについてお話をします。テスラの取締役会の会長であるロビン・デンホルムさんが、過去6ヶ月間に約1億9800万ドル相当のテスラ株を売却していたことが明らかになりました。この売却はイーロン・マスクさんがトランプさんを支持したことによる消費者のボイコットや抗議活動が影響し、テスラの利益と株価が急落する中で行われました。さらにテスラの最高責任者の CFO を含む他の幹部もこの期間に約1億8900万ドル相当の株式を売却しています。一方でこれらの売却は事前計画に基づくものであり、インサイダー取引の疑いを避けるための措置とも言われています。ですが、このタイミングでの売却っていうのが、投資家に与える心理的な影響は無視できません。ここで注目したいのは、テスラの株価が過大評価されている可能性についてです。一部のアナリストは、現在の株価が企業の実際の業績や収益力と比較して割高であると指摘しています。例えば株価収益率だったり、企業価値倍率といった指標を用いると、テスラの株価は現時点の収益力に対して割高な水準にあるとされています。そしてイーロン・マスクさんの発言や政治的な活動っていうのがテスラのブランドイメージに与える影響も見逃せません。テスラはこれまで未来志向のクリーンエネルギー企業としてのブランドイメージを構築してきましたが、今回の一連の騒動でそのイメージに陰りが見えているとも言われています。次にお伝えするのは、テスラの無人運転テストの現状とその遅延がもたらす影響についてです。テスラは2025年6月にテキサス州オースティンでロボタクシーサービスを開始する計画を発表しています。しかし最近の海外メディアの報道によると、現時点で無人運転テストはまだ開始されていないという報道が目立っています。例えばザ・インフォメーションという海外メディアがありますけれども、このメディアによると、テスラは現在地元の緊急対応機関と協力して車両の故障や障害物発生時の対応計画を策定している段階にあるそうです。しかし無人運転の実地テストはまだ実施されていないとのことですというふうに報道されています。この報道なんですけれども、テスラは最初は有人で行うと言っています。いきなり無人のロボタクシーを実装させるのではなく、まずは有人でタクシー事業をして慎重に進めていくと言っています。なので現時点で無人でのテストはまだしていないと思います。今後このようなテスラのロボタクシーの記事で無人ではないという記事や報道を見かけたりするかもしれませんが、最初は有人で始めて慎重に無人へ切り替えていく戦略っていうのは押さえておいた方がいいと思います。またこの記事では無人でのテストがされていないことにより、計画されている2025年6月のロボタクシーサービスの開始が遅延する可能性も否定できません。もしこの遅延が現実化すれば、テスラの株価や市場への影響も無視できない状況となりますともありましたが、6月まで半月ですが、テスラの方から何もアナウンスはありません。なのでこういった情報もそこまで信用せずにテスラからの公式な発表を待つのがいいと思います。では次に取り上げるのは、テスラが開発中の人型ロボットオプティマスの現状と今後の展望についてです。イーロン・マスクさんは最近のインタビューでオプティマスの進捗状況について興味深い発言をしました。現在オプティマスはテスラのフリーモント工場で初期生産が始まっており、実際に稼働しているとのことです。具体的にはオプティマスは工場内での自律移動や充電ステーションへの自己誘導などの作業を行っています。この自律移動技術はテスラの自動運転技術を応用していて、工場内での労働力の補完として活用されているようです。しかし、イーロン・マスクさんは、現段階のオプティマスは最終形態にはまだ程遠いとも述べられています。現在の段階で基本的な動作や自律移動が可能ですが、イーロン・マスクさんが目指しているのは
人間のように高度な動作をこなせるロボットです。そのため今後のアップデートでより複雑な動作や人間の指示を理解して行動する機能が追加されると予想されます。例えばオプティマスが家庭内での家事をこなしたり、工場内で複雑な作業をサポートする未来が現実味を帯びてくるということにもなります。ここで重要なのは、オプティマスが単なるロボットではなく、テスラの AI 技術の集大成としての位置づけにあるということです。これまでのテスラの自動運転技術やニューラルネットワークのノウハウが詰め込まれていて、将来的には人間の生活を支えるパートナーとして進化していく可能性があります。しかし現時点では市場投入には時間がかかると考えられます。つまりオプティマスが一般の消費者向けに発売されるまでにはまだ多くの課題が残されているということにもなります。はい、ということでここまでテスラの最新ニュースを3つのトピックに分けてお伝えしてきました。ここで一度振り返っていきましょう。まずはテスラ株の下落リスクについてです。取締役会の会長のロビン・デンホルムさんが1億9800万ドル相当の株式を売却したことは大きな話題となっています。加えて他の幹部たちも相次いで株式を手放していて、これは投資家心理に大きな影響を与える可能性があります。しかし、これは計画的なものであるということはしっかりと押さえておきましょう。次に無人運転テストの現状と遅延についてです。テスラは2025年6月にテキサス州のオースティンでロボタクシーサービスを開始する計画を発表していますが、現時点で無人運転テストはまだ開始されていないという報道です。こちらは最初は有人で始めると言っていますので、もしこういった情報や報道を見かけたら、最初は有人で始めて慎重にテストをしながら無人に切り替えていくという戦略であるということを知らない人が書いたものと思った方がいいと思います。そして最後に人型ロボットオプティマスの現状と今後の展望についてです。現在オプティマスはフリーモント工場内で稼働していますが、イーロン・マスクさんが言うにはまだ最終形態には程遠いということです。今後のアップデートでより複雑な動作や高度なタスクをこなせるようになる見込みです。オプティマスはかなり期待していいんじゃないかなと僕は思っています。はい、ということで今回取り上げた3つのニュースはテスラオーナーやテスラ株投資をされている方にとっての重要な判断材料となってくるのではないでしょうか。特に株式の売却や無人運転テストの遅延という報道はきちんとした情報を知らない人からしたら慌てて売却をしたりとか、その結果短期的な株価の変動要因になる可能性もあるっていうことは引き続き注意しておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということですけれども、皆さん今回のニュースについてどう思いましたか？テスラ株を持たれている方は今回の株価の下落リスクをどう見ていますか？またオプティマスの未来には期待できると思いますか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は少し下げておりまして、現在345ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。僕自身今いろいろとサービスを提供させてもらっていますが、このサービスの一覧表を作成しました。概要欄のトップにリンクを掲載していますので、各種お問い合わせ、オープンチャットへの参加などはこちらのリンクよりお問い合わせの方よろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。